こんにちは。今日は残り布でヘキサゴンを作ってバッグにしました。こんな感じです。中も内ポケットをつけてこんな感じにしています。よかったら作ってみてください。トップのキルト芯を32センチの30センチを2枚取ってきています。底と下の部分が12センチの32センチを2枚取ってきています。それと上の部分にも見せたいんですが、5センチの32センチ取ってきています。それでこの真ん中に 2.5 センチの六角形の残り布がいっぱいあるので、これを7ミリの縫い代線で六角形を取ります。いっぱい取ってきました。こうして並べてこんな感じで縫っていきたいと思います。手縫いでやっていきたいと思います。角の印からここを縫っていきます。最初2針ほど縫ってで返し針をして印から印まで縫っていきます。で最後も1針返してで2針ほどまた返します。これでこんな感じでここも縫って全部縦の線を全部縫っていきます。ここずっと連なって縫ってきました。1段目8枚、2段目9枚、8枚9枚、8枚、5段縫ってきました。それで次は横の線をつなげます。とんがってる方とへっこんでる方をつなぎ合わせます。ここもまた印から印まで縫っていきます。最初2針返してでもう1針返して端まで縫ってきます。端まで縫ったらもう1針返します。次はこのとんがった方とへっこんだ方ですのでこっち側にこう持ってきて最初は返し針はいりません。こちらの印まで縫っていきます。印まで縫ってきたら1針返します。縫い代があるので縫い代は飛ばします。こちらの印からこちらの印まで飛んできてこちらの印まで最初は返し縫いはいいです。最後だけ1針返します。それでまたここをこちらへっこんでいる方とこちらとんがっている方を印から印まで縫います。印まで縫ってきたら1針返します。そしてまたここをこちらがとんがっている方とへっこんでいる方をこの縫い代は縫わないでここから
印からこちらの印まで飛んできます。で、ここを印まで持っていきます。で、一針返します。これの繰り返しで、ここ全部横の線を縫っていきます。縫ってきました。アイロンを当てます。六角形はまっすぐ、横の線はまっすぐまっすぐで、こちらばっかしで、ずっとまっすぐで、こちらはこう上ばっかしでっていう感じで当てていきます。ずっと横ばっかしに倒していきます。で、こちらはこちらばっか斜め下に倒して、横はまたこっちばっかしなので、ここがこれは上ばっかしいきますので、この真ん中にここ三角の花が咲くようにしてください。もうずっと同じ方向ばっかしなので簡単にアイロンが当てられます。感じで同じ方向に倒しています。表からも当てておきます。これを2枚作ります。こちらも同じようにアイロンを当てます。持ち手を作ります。36センチと10センチを2枚で2センチ幅の36センチを2枚接着芯を取ってきています。これを半分に折って糊のついている方を下にして真ん中まで折ってこれを2本縫っていきます。こちらも同じようにします。持ち手2本縫ってきました。真ん中の部分の32センチの16センチを取りたいので中心から16センチのところに印を入れて16センチのところに印を入れてここが縫い代線になります。でここから16センチ上がります。5センチここ上がってここからまた16センチのところをここと16センチここから16センチのところをここから16センチで真ん中からも16センチで12センチで1センチの縫い代を取ってここ縫っていきます。こちらも同じように底の部分をつけます。縫っていきます。
縫ってきました。で、ここ1センチに切り揃えます。下の部分が縫えました。2枚縫ってください。それで次は上を縫うんですが、取っ手を中表に合わせて真ん中から6センチ印を入れて、こちらも中心から6センチのところに印を入れて、6センチのところにこの上の部分をここにつけます。中表にこちらからつけていきます。1センチ入ったところを縫い合わせていきます。ここ縫ってきました。ここの余分なところを切っておきます。それとこの横の線も切っておきます。こちらも同じように切ります。これトップの半分ができました。こちらはこう下向いて、こちらも下を向いてアイロンをかけます。表からもかけます。ここに32センチと30センチの接着芯を貼ります。こちらが糊です。接着芯を貼るとキルトしなくても良いので助かります。それでこことここに押さえのミシンを縫います。こちらも縫っていきます。上になっている方を縫います。これでトップが出来上がりました。もう一枚も縫っていきます。トップを2枚縫ってきました。次はここの底を縫っていきます。1センチの縫い代でここスコッと縫います。で、底が縫えたらこんな感じでアイロンを当てます。で、ここ底だけ強くするために2センチの
キルト線を引きます。これは銀のボールペンで使っているうちに消えていくし、黒いところのキルト線を引くのはとても便利です。100円です。文房具店に売っています。1本あったらすごく便利です。こちらも同じようにこんな感じで全部引いていきます。キルト線を引いたところをミシンキルトします。なるべく糸を切らないようにしていきます。こんな感じで全部キルト線を引いたところをキルトしていきます。底のキルトをしてきました。ここに残っている糸があれば中に全部こちらの方に出しといてください。それでこれと同じサイズの58センチと32センチの裏布を裁ってそれにポケットをつけます。ポケットは36センチの20センチです。18センチと17センチ。接着芯を半分につけてで中表にして7センチ開けてここを縫っていきます。の端を切ります。それでここからひっくり返して繰り返して形を整えます。形を整えてこの輪にした方をここが口になるのでここをもう一度縫います。裏布にひっつけます。きれいにアイロンを当てます。返し口は縫わなくてもその上から押さえますのでこの3箇所ここ縫っていきます。
でポケットがつきました。こんな感じです。裏布がポケットがつけたら中表に合わせて取っ手は中に入れてください。それでこことここを縫っていきます。ここ縫っていきます。こちらも縫っていきます。でこちらも両方縫っていきます。ここの裏布をつけてきました。それで裏布は裏布同士でここをきっちりと合わせます。ここを合わせて4センチと3センチの底を取ります。ここを切ります。こちらも同じように4センチと3センチ。表の方も底を取ります。この模様と模様を合わせてこちらも同じように4センチと3センチ。底が切れたら脇を縫います。返し口ここ8センチ開けて1センチの縫い代で縫っていきます。こっちはズコンと縫っていってください。返し口を開けて縫います。反対側はもう全部縫っていきます。で脇が縫ってきました。割ってアイロンを当てます。反対側も当てます。ここ返し口です。真ん中同士合わせてここ1センチのところ縫っていきます。こちらも同じです。裏も同じように4箇所縫っていきます。両方縫っていきます。ここ裏の底を縫って表の底も縫ってきました。それでこことここが底同士なので今1センチのところを縫ったんですがちょっと中を縫っていきます。こちらも底同士を縫います。これで
返し口から返して形を整えます。この返し口から返していきます。よいしょ。返し口をこの返し口を縫っていきます。端ミシンで縫ってきました。ちょっとだけ裏を中にしてここをもう一度端ミシンをかけます。こんな感じで裏が見えないようにして口のところを端ミシンかけます。ここだけ糸の始末をしてください。表に糸が出ないようにこれで完成です。これでカバンができました。ちょっとの買い物とかに使いやすい大きさです。ここに内ポケットがあります。こんな感じで出来上がりです。よかったら作ってみてください。長い間見ていただいてありがとうございました。